やー、今日も Vlog 方式でお届けしたいと思います。すごい天気が悪いから今日は電気をね、昼間からつけてるんだけど、あ、そう、ここの電気変わりました。気づいてる人もいたかと思いますが、Amazon でオーダーしたこの電気すごい気に入っている。で、今日はすごい朝、すっごい雨降ってて、もう止んでるのかな。で、結構どんよりしてるんだけど、まあ今日もゆっくり家で過ごしたいと思います。で、今日はすごい可愛いスウェットを着てるんだ。ほら、見て。可愛くないですかこれ。で、ピアスも新しいピアスなんだけど、両方ともトムウッドのもので、さっき届きました。すごい可愛いんだよ。タラン。こんな感じ。紐がピヨって出てるけど。このトレーナーとかスウェットを選ぶときに、特にトップスなんだけど、この丈がここが短くて、もちろんこのリブがあるもので、袖がちょっと太めで、長めの、これでこうやって伸ばすと分かったちょっと長めのものが好きです。で、このトムウッドのやつをここにディティールがあって、裏にもね、刺繍がさっき見たらあってすごい可愛かった。しかもこの色もね、こう絶妙な黄色すぎず、白くはないけど、黄色すぎないこの感じがすごい気に入っていて、で、これ下はいつも通りパジャマでございます。ピピ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 。定番になってきた。この位置、あとこの定番になってきたぐしゃぐしゃな頭。今日は雨が降ってるから、まだ雨降ってた。雨が降ってるからいつもよりテンパがクリクリンとして、特に生え際とかがクリンクリンとしておるのですが、それはさておき、皆さん元気ですか？元気にしてる？みんな変わりはないですか？どう？みんなが元気にしてくれてるといいなって最近すごい考える機会が多いです。もちろん友達のこととか家族のこととかを考えるのは当たり前なんだけど、やっぱこういうおうち時間が長くなるにつれて、こうソーシャルメディアとかインターネットでみんなともっとよりつながれてる感じもあるし、あとやっぱ YouTube 始めたことが私の中ではすごい多くて、もっと YouTube の方がコミュニケーションの場がこう活発なので、こうみんな元気にしてくれてるといいなってすごく思うし、最近コメントとかだとこう最近ちょっと元気じゃなかったけど YouTube 見て元気になったっていうコメントをもらえると嬉しいんだけど、でもやっぱりこういう時期で元気がなくなっちゃう人もいるよね、そうだよねって、私もこう日によるけど、ああ退屈だなって思っちゃう日もあるし、もちろんそれもあるし、ああ外行きたいなとか友達会いたいなとかパパとママ会いたいなとか思ってこうちょっと元気がなくなる時とかもあるんですけど、でもまあそれもいろんなものの一部として受け止めて愛していこうかなっていう感じで取り組んではいるんですけど、でもやっぱりそういう気持ちが落ち込んじゃう時もあるんだろうなって思いながら、でもそれでもみんなが元気でいてくれたらいいなってすごい思うし、あと私が発信してることで元気になってくれたらそれはもっともっと嬉しいことだし、誰か一人でも笑顔にできたり誰か一人でも元気にできたら、私はこれやってる意味がすごくあるなと思うので、こうみんなが元気でいてほしいなっていうのは最近すごい考えてます。で、人によってね、こうおうち時間がどれぐらいになってるかって違うと思うんだけど、まあ1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいの人が多いんじゃないかなと思うんだけど、私はもう手術の前からなので3ヶ月ぐらい経ってるかな。それぐらい経ってるんだけど、この期間だからこそ新しく気づいた自分のこととか、この期間だからこそ学んだこともあるし、この期間だからこそ上達したこともあるし、なんかすごいいろんなことをこう感じたりとか発見したりとかする3ヶ月でもあって、今までずっと走り続けてきて、私は17から仕事を始めて、こう学校に通いながら東京とこう地元を新幹線で行ったり来たりしながら仕事を始めたんだけど、18で上京して、でそこからもう15年ぐらい仕事をさせてもらっていて、で3ヶ月も今まで休んだことなんてなかったから、こんなにゆっくりしてこんなに自分のために時間を使うっていうのがなかったから、すごく最初は戸惑ったけど、でもすごく貴重な経験させてもらえたなっていうのは感謝していて、改めてやっぱ自分のことを立ち止まって考えてみたりとか、これからのことを考えてみたりとか、自分の中で大事なことってなんだろうってプライオリティをはっきりさせてみたりとか、そういう意味ではすごく貴重な時間ですごくこう大事な時間だったなっていうふうに私は考えていて、でインスタでこの間
この時期で良かったこと何ですかっていうのを聞いたら、みんなからもたくさんコメントが来て、それを読んですごい温かい気持ちになったんだけど、インスタでさらっと聞いた感じよりは、もっと YouTube のコミュニティでみんながどういう風に考えているかっていうのをすごい知りたいなと思ってて、なのでこの時期にすごい自分がいい方向に変わったとか、すごい得るものがあったとか、なんかそういうエピソードをコメントの欄でシェアしてもらえたらいいなと思ってて、でそれは私も読みたいし、あとはそのコミュニティのみんながそれを読むことで、またそこから発展して、またさらにいい輪が出来上がっていくっていうのもあると思うので、ちょっとみんなの体験とか経験とかをシェアしてもらえたらすごい嬉しいです。私はこの期間中に料理がすごい上達して、自分的にはキッチンに立つのそんなに好きじゃないと思ってたけど、でも日に日にキッチンに立つ時間が伸びていく中でどんどん楽しくなって、やっぱ頭のちょっと違う思考を使うっていうのが楽しいのかなっていうのと、料理しながら浄化される感じがあるって言ったらいいのかな。頭の中整理されてる感じがあるから、料理すごい楽しいなって思うようになって、調理器具を新調したりとかもして、そういうのもすごい楽しいなっていう、自分のやっぱ外に出ていくソーシャルライフとかっていうのはやっぱ外側に向かっていく意識で、だけど家の中のことってやっぱ自分の人生の軸となることだから、もっともっと自分の内側に向かっていくような環境を整えてる感じがして、すごい心地よかったんですけど、そういう意味でもね、すごく収穫がある時間だったなっていうふうには思っています。あとは今までも薄々感じてたんですけど、私家にいるのがすごい好きなんだなっていうのは今回すごい思いました。あんまり外でご飯食べたいとか、いろいろ外でしたいとかっていう、無性に外に出たいっていうストレスみたいなのはあんまり感じずに、家にいるっていいなって、家って楽しいなっていうのはすごい思ってました。だから家にいるの本当好きなんだなっていうふうに思ってたんだけど、インテリアがすごい好きだから、自粛中に引っ越そうかなとか、新しい家具買おうかなって、そういう妄想ばっかりすごいしてて、で私はすごい好きな YouTube チャンネルがあるんですけど、インテリアいろんな人の家をすごいおしゃれに撮るっていう YouTube のチャンネルがあって、そればっかり見て、ですごい妄想を膨らませて、で断捨離したりとか、家の掃除してみたりとか、全部化粧品を細かく並べてみるとか、大きさごとに仕分けしてみるとか、そういうすごいマニアックというか、すごく一人っ子だなみたいな遊び方をしてて、それはそれですごい楽しかったんですけど、でもやっぱりみんなに会いたいなっていうのはもちろんデフォルトであるし、あとは仕事したいなっていう、撮影したいなって、みんなでいろいろ作り上げるっていう作業を早くやりたいなっていうふうにはすごく思ってます。すごくね、ナーバスになったりとか不安になったりする時期でももちろんあったと思うし、大変なことをもちろんあったし、やっぱ仕事のこととか不安になることももちろんあったけど、でも結果的にすごく温かい柔らかいエネルギーに包まれていたような気がします、この期間。なのでまた普通の生活に戻った時に、この時期を懐かしんだりとか、愛おしい時間だったなとか思ったりするんだろうなって思ってるけど、それはそれで新しいフェーズに入ったから、この時期のおかげで、この時期があったから今の自分があるなって思う時期がきっと来ると思うので、今はそれをすごい楽しみにしています。じゃん、やっとサピエンス全史
下巻にたどり着きました。もう上巻読み終わって下巻も頼んで、すごく面白い。みんなこれ読みました。もう大ベストセラーなんですけど、自分がそこまで歴史のことに興味がないタイプなので、そんなに興味がなかったんですけど、この本に関しても。時間もあるし読んでみようと思って、Amazon で頼んで読み始めたら、まあ、面白いこと。びっくりした。この上巻しか読んでないんだけど、すごい面白かったよ。ぜひ読んでもらいたい。なんか、最初の方はインスタにも書いたんだけど、こう、世界史の授業を受けてるような感じで、あんまり面白くないなって思いながら読んでたんですけど、なんかすごい難しいかも、なんかそんなに興味ないかも、やっぱり歴史についてって思ってたんだけど、この最初の、なんかその歴史みたいのを淡々と説明しているところを乗り越えると、そこからじゃあそういう歴史がどういうふうに私たちに影響を及ぼしたかとか、じゃあこの人はそれについてどう思うかとかっていう意見とかが入ってくると、すごい面白くなってきて、そうなのみたいな感じですごく楽しく読めました。自分のことをもっと対極的に見れるっていうのがすごく最大の魅力かなと思っていて、もちろん私たちは一個人なんだけど、自分の人生なんだけど、じゃあそれが社会になって、じゃあそれが人類になって、じゃあそれが星規模になった時にどういう風に自分の人生との関わりがあるかっていうのを理解するっていうのはすごくいいことだなっていうのを今回感じました。そうだよね。人類が生まれてからこれぐらい時間が経ってて、私はそのうちの、大体80年から100年ぐらいのパートしかになってないのかと思うと、なんかこうすごく寂しく考えてしまうっていう考え方もあるんだけど、でも、なんかそれだったらそんなにこれいろいろ気にしなくていいかもみたいな感じで、なんかいろんなことが、なんかこう、そぎ落とされていくような爽快感があって、私はすごく楽しく読めました。で、こっちはまだ何が書いてあるのかは私はわからないんだけど、こっちもすごくきっと面白いであろうと思ってすごく楽しみにしています。もし今読む本がなくて探しているとかであれば、ぜひ読んでもらいたい。最初の方はちょっと難しい。終始難しいんですけど、彼が何せ天才的に頭がいい方なので、ちょっと難しいんだけど、でもちょっと頑張って辛抱強く読んだらすごく面白い本なので、ぜひ。傷口もだいぶ落ち着いてきたので、朝だけじゃなくて夜のヨガも始めました。お腹をかばって背中がガチガチになってしまうので、夜もヨガすると随分楽になるから、最近はそうしてます。ちょっと仕事してヨガもしてお腹空いたので夜ご飯作りたいと思います。今日はうどん。たらーん。みんなこれ知ってる？成城石井のうどん。これ美味しいんだよ。よいしょ。てれれーん、てれれーん。大好きこのうどん。グルテンフリーのことはよく聞かれるのですが、私はグルテンフリーを徹底しているわけではなく、なるべくグルテンフリーにしているだけで、食べたい時があればパンもうどんも食べます。そしてヴィーガンかどうかも聞かれるんですけど、私はヴィーガンではなくヴィーガンの食事が好きなだけで、お肉もお魚も食べます。ただ卵のアレルギーがあるので卵だけは食べないけど、でもこのように卵が入ってるアイスクリームも食べたい時はリスクを背負って食べます。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もし気に入ってくれたらいいねとチャンネル登録お願いします。あとみんなのコメントもすごい楽しみにしてるので、ぜひぜひコメントたくさんください。そしてみんなの1週間がまた素敵な1週間になりますように。